皆さん、こんばんは。ウキウキジャパニーズポッドキャストにお越しいただきありがとうございます。6月に入りまして、夏の兆しを感じるこの頃、日本で夏といえば怖い話が出回ってくる頃です。皆さんの国では夏になると何をしますか？日本では夏になると人は怖い話を聞きたがります。怖い話を聞くと恐怖で背筋がゾクゾクしてなんだかひんやりした気分になります。だから日本では夏になると怖い話をしたり、テレビではホラー映画をよく上映しています。私は怖い話が好きではないので、本当はこんなお話したくありません。正直言えば今もゾクゾクしています。でも皆さんには日本の文化をお伝えしたいので頑張って話をしようと思います。今日お届けするのは日本の怖い話の中の学校の怪談です。チャンネル登録といいねボタンお願いします。はい、今日はいつもとちょっと雰囲気を変えてお届けしようと思います。怖い話をするときはろうそくを灯すというのが常識ですよね。そうではないですか？日本ではみんなろうそくを灯したがると思います。なので今日はこうしてろうそくを灯してお届けします。はい。今日ご紹介するのは古くから日本に伝わる怖い話です。怖い話たくさんあります。その中でも今日は学校の怪談をご紹介します。学校の怪談ですよ。皆さん、どんなお話か想像できますか？学校ですからね。学校で伝わる怖いお話のことです。怪談はね、登る階段ではありません。怪談は怪しい談話と書いて怪談です。生活や暮らしに根付いた怖い話、それを怪談と言います。日本では多くの学校で学校の怪談と呼ばれる怖い話があります。今日はその中でもとてもね、有名な3つの怪談をご紹介しようと思います。日本人ならみんな一度は聞いたことがある、そんな有名な怪談です。まず一つ目にご紹介するのがトイレの花子さんです。トイレの花子さんは日本全国の小学校に伝わる最も有名な怪談の一つです。花子さんがいる場所はいつも決まっています。それは3階の女子トイレの3番目の個室です。花子さんに会う方法は決まっています。ですから普通にトイレに行っても花子さんに出会うことはできません。花子さんに会いたいなら3階女子トイレの3番目の個室を3回ノックして呼びかけなければいけません。午後4時44分、つまり死が重なる時間に現れると言われています。花子さんはご想像の通り小さな女の子の霊だと言われています。どんな子なのかというと、いくつか説があります。例えば昔学校でいじめられて亡くなった少女の霊、あるいは戦争中に空襲で亡くなった子供の幽霊、あるいはトイレで命を落とした少女の恨み、それが今も残っているなど、真実は花子さんにしかわかりません。それでは万が一出会ってしまったらどうすればいいのでしょうか？答えはとても簡単です。たとえ返事があっても絶対にドアを開けないこと、無視をして離れなければなりません。どうしてもドアを開けなければいけないときは、ごめんなさい、間違えましたと3回唱えてから開けると助かるという説もあります。決して遊びで花子さんを呼んではいけません。でもどうしても呼んでしまったら、花子さんに遊んでくれてありがとうと帰り際にお礼を言うと無事に帰れると言います。次にご紹介するのは
音楽室のベートーベンの話です。夕方に一人で音楽室にいると、ポロンポロンと誰も弾いていないピアノから音がしてくるんです。勝手に鍵盤が鳴っています。ふと肖像画を見ると、ベートーベンが笑っているんです。音楽室にはベートーベンやモーツァルト、バッハの肖像画がずらっと並んでいます。そんな音楽室にいると、夜誰かが見ているような気配がする。そんな経験をする人が多くいるそうです。肖像画と目が合ってしまうととても怖いですね。ピアノが勝手になり始めたら怖いですよね。そんなベートーベンと出会ってしまったら、皆さんは目を合わせてはいけません。見てはいけないと心の中で唱えるといいと言われています。どうしても視線を感じたら、音楽室の椅子をすべて元に戻してから部屋を出ること。すると何も起きないと言われることがあります。あるいは、ベートーベン先生ありがとうございましたと丁寧に声をかけて去ると無事に帰れるという説もあります。夕方以降の音楽室は立ち寄らないのが一番いいかもしれませんね。そして次にご紹介するのが二宮金次郎の像です。多くの小学校に立っているのが、薪を背負って本を読む少年の像です。これは江戸時代に生きた金次郎という農政家、努力と勤勉の象徴とされています。とてもいい子ですね。でもそのシンボルが夜になると動き出すという話が全国に存在するのです。放課後や深夜、誰もいない校庭でカサカサと薪をこすり歩く音がする。先生が見回りをすると、象の足元に何者かの足跡が残っているそうです。そして翌朝見ると、象がわずかに別の方向を向いているんだとか、本を読みながら歩いているという象の姿そのまま夜の学校を徘徊しているんですね。勤勉な彼の霊がもっと知識を求めて本を探して現れるとも言われています。そんな象に出会ったら、皆さんは絶対に本を読むのを邪魔してはいけません。夜、象に向かってふざけて石を投げた少年が、その夜高熱を出してうなされたというのです。夢の中では本を読んでいるのに邪魔をしてはいけないよと言われたという話もあります。二宮金次郎の像は、勤勉さを侮ると罰が当たるという教訓として語られているそうです。もし夜の学校でそんな彼に出会ってしまったら、絶対に目を合わせてはいけません。もし象がこちらを見ているように感じたら、失礼しましたと一礼してその場を離れるんです。勉強頑張ってますと心の中で唱えると許してくれるという説もあります。近年では二宮金次郎の像が撤去された学校も多いそうです。そういった像が消えた理由として新しい都市伝説が生まれているとも言われています。今日は3つの学校の怪談をお話ししました。私が小学生だった頃、まさに学校に通っていた頃ですね。学校の怪談というアニメがありました。今日ご紹介した怪談はすべてこの学校の怪談というアニメでも登場しています。もし日本の怪談話が好きなら、ぜひこのアニメ見てみてください。このような存在と出会ってしまった時の対処法も詳しく教えてくれるアニメです。ということで、今日の怪談話いかがだったでしょうか。いつもと雰囲気を変えて話してみましたが、もしこのような動画もっと見たいと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。もし人気があれば、また新しく怖い話の
エピソードを作っていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしています。